霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著24情けの言葉。さっきも申し上げた通り、私は小娘に導かれてあの綺麗な日本間に通され、そして薄絹製の白の座布団を与えられて、それへ座ったのでございますが、ふと自分の前のところを見ると、そこには別に一枚の花模様の厚い座布団が敷いてあるのに気づきました。きっと乙姫様がここへお座りなさるのであろう。私はそう思いながら、乙姫様に何とご挨拶を申し上げてよいか、いろいろと考え込んでおりました。と、何やら人の気配を感じましたので、頭を上げてみますと、天から降ったか力湧いたか、もういつの間にやら一人のまばゆいほど美しいお姫様がきちんと儲けの座布団の上にお座りになられて、にこやかに私のことを見守っておいでなさるのです。両手をついてお辞儀をしたまま、しばらくはなんとご挨拶の言葉も口から出ないのでした。しかし玉頼姫様の方ではどこまでも打ち解けたご様子で、尊い神様と申し上げるよりはむしろ高貴の若奥方といったお物腰で、いろいろと優しいお言葉をかけてくださるのでした。あなたが竜宮へおいでなさることはかねてからお便りがありましたので、こちらでもそれを楽しみに大変お待ちしていました。今日は私が代わってお会いしますが、この次は姉君様がぜひお目にかかるとの仰せでございます。何事もすべてお心安く、一切の遠慮を捨てて、聞くべきことは聞き、語るべきことは語ってもらいます。あなた方が地の世界に下り、いろいろと限界の苦労をされるのも、つまりは深き深海のお仕組みで、それが私たちにもまたとなき良い学問となるのです。聞けばどうやらあなたの現世の生活もなかなか楽なものではなかったようで、いかにもしんみりと溢れるばかりの同情を持って何くれと話しかけてくださいますので、いつの間にやら私の方でも心の遠慮が取り去られ、ちょうど現世で親しい方と膝を交えて打ち解けた気分で、よもやまの物語にふけるといったようなことになりました。杞憂以来何十年かになりますが、私がこんな打ちくずろいだ和やかな気持ちを味わったのは実にこの時が最初でございました。それから私は問われるままに鎌倉の実家のこと、嫁入りした三浦家のこと、北条との戦いのこと、落城後の詫び住まいのことなど、ありのままにお話ししました。玉頼姫様はいちいちうなずきながら、私の物語に熱心に耳を傾けてくだされ、最後に私が一人寂しく、無念の涙に暮れながら、若くて亡くなったことを申し上げますと、あの美しいお顔を糸ど曇らせて涙さえ浮かべられました。それはまあお気の毒な。あなたも随分辛い修行をなさいました。たった一言ではございますが、私はそれを聞いて心からありがたいと思いました。私の胸に積もり積もれる種の鬱憤もどうやらそのご一言できれいに洗い去られたように思いました。こんなお優しい神様にお会いすることができて、自分はなんと幸せな身の上であろう。自分はこれから修行を積んで、こんな立派な神様のお相手をしてもあまり恥ずかしくないように、一時も早く心の垢を洗い清めねばならない。私は心の底で固くそう決心したのでした。